こんにちは、秋彦です。10月に入ってやっと涼しくなってきました。冬好きとしてはもう少し寒くなって、なんかおでんとか鍋とか食べたいなっていう感じです。で、直近では9月、今年の目標の一つだった文学界新人賞に応募することができました。で、その後小説を引き続き毎日少しずつ書いていくつもりで、あと、それとは別に10月中に次の目標を決めて動き出したいなと思ってます。で、10月も結構本を買ったので、今月の購入本を紹介していきたいと思います。で、今月はこちらの5冊購入しました。順番に紹介していきます。1冊目が島崎藤村の破壊です。あらすじをでは簡単に紹介していきます。明治後期、部落出身の教員、瀬川牛松は、父親から身分を隠せと固く戒められていたにもかかわらず、同じ宿命を持つ解放運動家、猪子連太郎の壮烈な死に心動かされ、ついに父の戒めを破ってしまう。その結果、偽善に満ちた社会は牛松を追放し、彼はテキサスを指して旅立つ。ということで、この小説を知ったきっかけは、こちらですね、最近読んでいた高橋源一郎さんの日本文学盛衰史。こちらを読んでいる時に読みたくなった一冊です。で、この本には、夏目漱石だったり、森鴎外とかが出てくるんですけど、いわゆる文豪たちの作品っていうのをこれまであんまり読んできてなかったなっていうのを痛感して、で、これから定期的にそのあたりも読んでいこうと思って購入した一冊です。で、正直どこまで読み込めるかわからないので、先に解説を読んでから本編を読んでみるのもいいのかなと思ってます。続いてが安部一重さんの無常の世界、日本には日本です。で、こちらはこの日本には日本を読みたくて購入しました。で、Amazon に、あらすじが載ったので、ちょっと読んでみたいと思います。17歳の東谷春夫は自らの名に時の文字があることから時へのシンパシーを感じている引きこもり少年。日本産の時の絶滅が決定的であるにもかかわらず、中国産の時による保護増殖計画に危機とする欺瞞に違和感を抱いていた春夫は、故郷を追われたことをきっかけに時の解放をし始める。その選択肢は飼育、解放、密殺のいずれか。日本には日本問題の最終解放という自らが描いてきたシナリオを手に、スタンガン、手錠、催涙スプレーで武装した春夫は、やがて佐渡時保護センターを目指す。ということで、この本を購入したきっかけっていうのが、最近ちょくちょく読んでた、小説の未来ですね。こちらはいろいろな小説の批評が掲載されてるんですけど、この日本には日本も掲載されていたので購入しました。で、そうですね、その他の作品だと最近読んでいた高橋源一郎さんの日本文学盛衰史だったり、大江健三郎のチェンジリングかなども掲載されていて、多分あと5作品ぐらいかなが掲載されているので、順番に読んでいこうかなと思ってます。続いてが、金原ひとみさんの踊り場に立ち尽くす君と日比谷で日に焼かれる君です。こちら金原ひとみさんのエッセイですね。はい、では紹介文読んでいきます。作家として母として人として金原ひとみ魂の遍歴。起死燃料に苦しんだ10代、デビュー作による芥川賞受賞。結婚、出産、孤独で自由なパリでの生活。かけがえのない子供たち。離婚、そして新たな場所へ。蛇にピアス、マザーズを経て、アンソーシャルディスタンス、藪の中へと結実した小説家の奇跡。朝日新聞連載から SNS で拡散され大きな話題となった母というペルソナほか、
作家生活20年にわたって書き継がれたエッセイ&長編小説を完全収録。ということで、金原さんのエッセイが、あれですね、こちらですね。パリの砂漠、東京の蜃気楼っていうのがめちゃくちゃ好きだったので、結構読むの楽しみです。で、実はこのパリの砂漠、東京の蜃気楼を読むまで、金原さんの小説っていうのは読んだことなくて、もちろん蛇にピアスとかは知ってたんですけど、読んだことなかったんですよね。で、この本読んで面白い人だなと思って、そこから小説を読むようになりました。なので、今回のこちらの本もすごい読むのが楽しみです。まあでもただちょっとエッセイの積読が結構増えてきているので、ちょっとこれからコンスタントにこちらも読んでいこうかなと思ってます。続いてが荒川洋二さんの夢中の読書です。去年からたまに読むようになった荒川洋二さんの本です。では紹介文を読んでいきます。これまで多くの読者と高い評価に支えられてきた散文集シリーズ。忘れられる過去を持つ人に連なる本書もまた、ぶれない著者の発見と指摘に、読む者は胸をつかれ、思念の方位を示される。そのありがたみは変わらない。風景の時間、ゴーリキーの少女、名作の表情、制作の言葉、川上美恵子の詩、才覚の祈願、テレビの中の名作など、金作エッセイ45編に書き下ろしを加えた。ということで、最近読んでいる荒川洋二さんの本なんですけど、直近だと、この文学の空気のあるところですね。こちら読んでいて、こちらは確か講演をまとめた内容になってるんですけど、この本は結構詩の面白さを教えてくれた一冊で、なかなか面白かったです。で、あと去年読んだのが、文学が実学であるですね。で、こちらはエッセイなんですけど、内容は結構多岐にわたる感じで、読み物として楽しめるのはもちろんのことなんですけど、あと知らない本との出会いっていうのは結構あって、なんかもっと読書したくなるような一冊で良かったです。で、なので、今回の本も何か新しい発見があるのを期待して読んでいきたいなと思ってます。最後が、佐藤直樹さんのレイアウト基本の木です。で、これは小説ではないんですけど、最近デザインの勉強したいなっていう気持ちがあって購入した一冊です。っていうのも動画編集もそうなんですけど、デザインの知識って多分資料作ったりする時にも活かせるっていうのもあって、で、あと少し前からアフターエフェクツに興味があって、なんかモーショングラフィックスとか作れるようになりたいなっていうのがあって、デザイン勉強したいっていう気持ちから購入しました。で、今でもこのなるほどデザイン結構有名だと思うんですけど、これもなんかお風呂の中だったり隙間時間で読むようにしてて、で、この本が終わったら次読んでいこうと思って購入しました。ということで、今月はこちらの5冊を購入しました。いつもより文庫本も多めだったんですけど、結局1万円近くになりましたね。で、相変わらず積んどくが多いような状況なので、どれだけ読めるかわかんないんですけど、そうですね、年内にはこの島崎藤村の破壊とか、あと金原ひとみさんのエッセイぐらいはなんとか読みたいなと思ってます。はい。以上、10月の購入本の紹介でした。